田舎の奥深く忘れられた小さな村にマーサおばあさんは一人暮らしをしていた。年とともに友達や隣人は次々と村を去り、より良い生活を求めて、あるいは時の流れに身を任せて村を後にした。毎日マーサおばあさんは自分を囲む不気味な静寂の中で目を覚ました。静けさに慣れていたが、孤独の重圧は耐え難い負担だった。彼女は仲間を求め、自分の話、笑い、涙を分かち合える人を切望していた。あるどんよりとした朝、マーサおばあさんがお茶を飲んでいると、かすかな泣き声が聞こえた。驚いて椅子から立ち上がり、音のする方へ行った。すると、玄関先に小さな子猫が弱々しく震えているのがいた。その目は恐怖に満ちており、生き残りの最後の望みを見つけたかのように見えた。迷わずマーサおばあさんはその小さな毛玉をすくい上げ、両手で優しく抱いた。子猫は明らかに助けが必要だった。おばあさんは必要な世話をしようと決意し、子猫を家の中に連れて行き、その唯一の守護者となった。マーサおばあさんの目を光らせている間、子猫はますます元気になり健康になった。子猫は食欲旺盛で、マーサおばあさんが与えるものは何でも時にはそれ以上に食べた。おばあさんは子猫の豊富なき食欲にクスクス笑い、その幸福のために自分の食事を犠牲にすることも厭わなかった。しかし数週間が数ヶ月に変わると、マーサおばあさんは奇妙なことに気づき始めた。子猫は急速に成長し、おばあさん自身の身長に近づくほどになった。もはや小さな猫ではなく、威厳のある生き物へと変貌を遂げていた。マーサおばあさんは驚き、何かがおかしいのではないかと考えずにはいられなかった。ある午後、猫は近くの森での冒険から戻り、口にウサギを誇らしげに運んできた。マーサおばあさんの目は信じられないという表情で広がった。猫はウサギを捕まえません。そんな芸当はできません。不安感が彼女を覆ったが、彼女はそれを無視し、猫の仲間が単に並外れた狩りの技術を身につけたのだと考えた。時が経ち、村で国勢調査が行われ、残っている住民の安否を確認するために役人が派遣された。好奇心から彼らはマーサおばあさんの質素な住まいを訪れた。彼らが到着した瞬間、かつて可愛らしい子猫だった大山猫は彼らの存在を感じ、見知らぬものの匂いを嗅ぎつけた。空っぽの通りに響き渡るようなうなり声を上げて、大山猫は前方に飛びかかり、牙をむき出しにし、爪を戦闘態勢に整えた。役人たちは目の前にいる生き物の獰猛さに驚いた。自分の安全を危惧し、彼らは慌てて家から退散し、マーサおばあさんと大山猫を再び一人残した。翌日、動物保護団体の人々がマーサおばあさんの玄関先に到着した。彼らは高齢の女性と暮らしている危険な大山猫の情報を得ていた。彼らの目的は、その生き物を自然保護区に移し、危害から守られた自然の生息地で暮らすようにすることだった。マーサおばあさんは涙が浮いた顔に流れ落ちながら、彼女の人生に喜びを取り戻してくれた大山猫に別れを告げた。彼女は動物保護団体の人々に懇願し、大山猫は保護区に閉じ込められるよりも自分のそばにいる方が幸せだと主張した。しかし保護団体の人々は女性と大山猫の両方の安全を懸念し、おばあさんを説得した。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。